てるんだと思ってるんだけど意外とできてなかった時ってあるんですよ。眼科医の平本です。今日は視野検査悪くても心配しなくていいよってことについてお話ししようと思います。緑内障とか色素変性症とか、はたまた黄斑変性でも測ることはゼロではないけど、そんなでもないかな。いわゆる視野かける病気ありますよね。視野が欠けてくる病気で視野検査を何度か測ると急に悪くなる日があるんですね。するとびっくりします。あれ、このままだと私失明しちゃうんじゃないかとか、そういうふうになるんですね。で、患者さん聞いてみると、どうです普段と比較して、確かにちょっと見づらくなってる気がするけど、そんなには感じないんですよねみたいな。これ実は視野悪化と間違えちゃってる検査結果が出てることがあります。今日のことを知っていていただけると、視野悪くなった、もう私ダメだっていうふうに思わずに、こういうことあるんだっていうことを理解できるので、ぜひ最後まで聞いていただければと思います。じゃあどんな状態か。まずそもそも視野の悪化データが出たからといってすぐ諦めなくていいですよ。これを一番伝えたいんです。視野変化悪化すると、もう私は目が悪くなっているってそのまま思う人がいるんですよね。確かに例えば貯金が減ってるとか、財布の中身が減ってるとか、成績が下がってるとか、それは明確に下がってるじゃないですか。でも視野の検査ってその時の波があるんですよ。成績もそうか、うまくいかないこともあるからそうなのかもしれないけどそういうふうにたまたま悪くなったりとか、視野が悪くないんだけど視野の結果が悪くなるってことなんですよ。どういうこと思いますよね。そこでいくつかの状態について説明します。一つ目、白内障。白内障というのは目の玉の中、この目の玉の中に水晶体っていうレンズがあるんです。このレンズが白く濁ってしまって、前から入ってきた光が奥まで届きにくいのを白内障というんですね。視野悪くなるわけじゃないんですよ。全体が見づらくなるだけなんですが、白内障って綺麗に全体が悪くなれば確かに視野が全体として悪くなる。一方でちょっとまだらってことがほとんどなんですよ。白髪とかもそうじゃありません？全体が綺麗に均一に白くなってくるっていうよりは、ここだけ白くなってきたとか、ここだけ白くなってきたみたいになって、最後全部になってくるって、こんなニュアンスじゃないですか。なので部分的に白くなってそれが視野が欠けたかのように感じていることがあるんですね。実際視野は欠けていなくて、白内障によってそのようになってしまっているってことなので、この場合白内障手術をすれば元に戻るわけです。つまり戻らない視野欠損ではないってことなんですよ。だから年齢制で、例えばあなたが70代とか60代、70代、80代になってきて視野データが悪化してきた場合、シンプルにその視野の病気、緑内障や色素変性などの病気ですかってことなんです。実は全然関係ない白内障によってなっていたら、そりゃね、しょうがない、年齢制で手術で治せるっていうことを知っていただくと、じゃあ良いねって思うと思います。2つ目、眼瞼下垂、まぶたが下がってくるってことです。この場合、さっきの白内障の場合は白内障の場所によってちょっとまだらだったりだとか、ただ概して全体が悪くなって、そこにまだらさが多少あるっていうのが白内障の視野の悪くなり方なんですよ。なので、全体の感度っていうんですけど、反応が落ちるから分かりやすいっちゃ分かりやすい。一方で眼瞼下垂の場合はまぶたが下がるわけだから、下側は普通に見えるんですよ。上側だけが見づらくなるんですよ。で、一般的には視野検査の時って、しっかり開けてもらったりだとか、テープでまぶたを開けたりだとか、状況によってね、してまぶたがかからないように検査をするんです。で、
検査員とかも一生懸命あなたのまぶたがかかって視野のデータが悪くならないようにこう工夫を凝らして検査はしますが、それにも増してまぶたが重い、まぶたが落ちる人がいるんですね。すると医者にちゃんとまぶた上げて検査した、いやちゃんと上げて検査しましたと、割に上側が悪いねみたいな、あるんです。つまり限度を超えるぐらいまぶたがちょっと重いとか、いや私それほどじゃないのにと思うかもしれないけど、このテープの加減だとかその検査の加減によってまぶたの下がりが邪魔になってしまって検査データが悪くなることがあります。この場合、白内障の場合は今回検査しようが3ヶ月後検査しようが、そんなに変わらないわけじゃないですか。だから悪くなり方って、緩やかなんですよ。とはいえ白内障って少しずつ進むからね。だからすごく焦ることはない。一方で眼瞼下垂がこう今日はうまく上がんなかったってあるわけですよ。すると今まで視野のデータって結構良かったよね。急に今日悪いね。これが起きうるんですね。これシンプルにまぶたが下がってるだけなんで、この視野の欠損の病気ではないんですが、検査上上まぶたによって上側の視野が悪くなることがあり得るってことを知っといていただけると、ちょっと今日は検査のデータが悪かったねって医者が言うかもしれないけども、それはそのまぶたが下がっちゃったとか、それ以外の要素も後でもお話しするけど、そういうものを含んでる可能性があるって知ってもらえると、ちょっと今日まぶた下がってからかなっていうふうに安心できると思うんです。3つ目、メガネの位置。メガネはかけたままやらなくて、この検査員がこのレンズを置いて、でそれによってやるのが、一般的なんですね。場所によってはちょっと違うやり方をするところもあるかもしれないですけど、一般的には顎を乗せて検査機器のところにレンズを乗せてやるんですね。ただそれがちょっと前がかったりちょっと後ろがかったりするだけで、このフレームが邪魔になったりなんなりすることがゼロではないんですよ。もちろんそうならないようにほとんどの検査はできてるんですよ。ほとんどの検査はできてるんですけど、たまにそれが変にかかっちゃうことがあると。するとデータとしてさっきは上側だけだったからまだしも全体としての周辺が視野が悪いイメージになったりだとか、ちょっと斜めってると上だけとか下だけとかいう風にとか内側だけ外側だけみたいな感じで視野のデータが悪くなる可能性があるっていうのがメガネの位置ですね。そして最後、これが意外と多い落ち着きですね。あなたとしてはいつもと同じように検査を受けて同じような結果を粛々と出してきますよ、思ってるかもしれませんが、現実的には今日は実は集中できてなかった。そんなことを例えば勉強だったりだとか、例えばスポーツだったりだとか、例えば楽器だったりだとか、そういう時ってあるじゃないですか。本を読んでる時も普段だったら集中できるのに、いや別に昨日寝てなくもないと、いや普通に寝てたと、で食事も普通にとってて特別体調悪くないんだけどなんか本に集中できない時ってありません？あんな感じで視野検査に集中できてるんだと思ってるんだけど意外とできてなかった時ってあるんですよ。で実際私の患者さんとかでも見てると今日どうでしたって言うと、いやもう普通でした。なんか今日データ悪いね。本当？見てみると、いや本当確か悪いね。私このまま悪くなっちゃうんでしょうか。前回と今回を比べるとどんぐらい悪いんですか。いや例えば MD1 で言うと3ぐらい悪くなってる。3ヶ月半年で3悪くなっちゃってるんですか。そしたらもうこのままだとじゃあ残り12しかないから半年で3悪くなってたら2年ぐらいでまずいってことですかねみたいな話になっちゃうじゃないですか。そうするといやそうじゃないんですよと。今日寝てました。いや結構寝てましたと。体調はどうです。別に悪くないです。だとしてもあるんだよ。そうです。いや別に今日私普通でしたよ。
いや普通かもしれないけど悪くデータ出ちゃうことあんのと。だから例えばね、これがあなたが本当に視野が悪くなりそうな他の所見も全部あるんだったら、まあそれはそれでって言うんだけど、ちょっともう一回ね、ちょっと機械今日じゃなく外して検査しようと。でもう一回検査すると普通、あれ今まで通りじゃない、何だったの、なることあるんですよ。これね、1回だけだったらまだしも2回続くこともあるのね。だって体調悪いとかじゃないなんとなくの不調ってあるじゃない。今日も調子悪くて金曜日も調子悪いみたいなことあるよね。すると今回悪かった、次回も悪かった、いやーこれはたまたまじゃないよねって患者さんは思うと。でもこっちとしても2回続いたらさすがにたまたまじゃないかもなって思って、どうしようか目薬追加するかなとかって話になってきたり、もう一回ちょっとやってみようか。やってみました。戻ってきて普通でした。あるんですよ。1回だけじゃなく2回も続くこともある。場合によっては3回続くこともあるんだけど、3回ぐらいになったらさすがにもうこれはたまたまじゃないよねって言って治療をねちょっと強化するのが一般的なんですよ。だから視野検査って一喜一憂しちゃいけないよって僕は言ったりしてるね。これね、逆もあるのを知っといてほしいんですよ。逆どういうことか。今日は調子が異様にいい日あるんですよ。別に睡眠時間も普通、食べてるものも普通、いや何ってこともないけど、なんか調子よくデータが出てくることなんですね。視野検査バンバン答えられました。なんか今日は調子いいんですよ。もうバンバンもうおっしゃいますと。いや適当にじゃなくてね、いや光ったもんだけちゃんとしてますと。ピッ押せました、もう素晴らしい。でデータ出てきてみると、いやなんかいつもよりいいじゃん、本当ですか、よかったです。これね、喜んでいいんだけど喜びすぎちゃいけないのね。なぜかというとその時だけたまたまいいことがあるから。すると次回戻るじゃない。悪くなったってショック受けちゃう人がいるのね。なので落ちた時もショック受けないで、でも上がった時も喜びすぎないでほしいのよ。どちらも気持ちは動いちゃう。悪くなったらいやたまたまかもしれないけど本当かもしれないじゃない。だから不安になる。それはそうだと思う。不安になるなって言われても無理だよね。無理。不安だよ。一方で良くなったらよかった、なんか結構良くなってきちゃってんの、なんか最近そういやなんかスープよく飲むようになったからあれかななんて思っちゃったりするわけよ。でも次も良かったりして、やっぱりスープ飲んでるのいいのかな、私のスープいいかも。で次になったら戻ってきちゃって、最近スープ飲んでないからかなみたいな。その次スープ飲んでみてあんま変わんないなみたいなっていう風に、喜びすぎてもいけないし悲しみすぎてもいけなくて、程よく自分の気持ちを抑えとくことの方がいいんですよね。楽しいことを楽しんだりすることはいいのね。でもなんていうか、揺り戻しもあり得るってことはちょっと片隅に置いていただいた方が、気持ち的に上がりも下がりも少なく、もう平穏な気持ちで治療を迎えられると思うから、ぜひぜひちょっとそこは注意してやっていただけるといいかなと思います。なので、今日一番言いたいのは、視野データが一見悪化しても確実に視野悪化とは限らないから、あまりショックにならないでってこと。逆には上がったりしてもちょっと次落ちた時ショックにならないぐらいの気持ち方と思っててっていうのをちょっと分かっておいていただけるといいかなと思います。視野検査の他の見方とか、例えばスコアリングって言ってどういうふうに医者は細かくスコアしてんのかとか、初期中期後期って実際どう分けてんのかとか、そこら辺の詳しい動画は別動画ありますので、その動画も見ていっていただければと思います。こんな感じで動画アップしていって、視野のこと、あとは緑内障のこと、はたまた目薬、手術、最新治療のこと、もう日々アップしてます。で、本当に毎月、毎日、新しい医療情報は出てるんですよ。なので、それ知らないともったいないこと多いので、ぜひチャンネル登録だけだとね、見逃しちゃうんで、ベルマークの方を押しといていただければと思います。よろしくお願いします。